こんにちは、バーケンです。このチャンネルでは私が相続した田舎の土地で起こる様々な出来事を紹介しています。この動画は前回の続きです。前回の動画もぜひご覧ください。私は父から相続した土地にトラック4台分の枯れた丸太が合計165本あることを知りました。現在トラック3回目の丸太を下ろしている最中です。丸太はすぐ近くのこんな場所から運んでいます。赤い丸の部分です。ちなみに青い丸は石です。土地はゴミだらけで草も生えています。この丸太は普通なら業者に頼んで片付けてもらうところですが、私はお金がないため自分で片付けることにしました。地元の人々からも早くこの土地をきれいにしてほしいと言われています。相続してから1年以上経っていますが、まだ散らかったままです。この165本の木くずを業者に処分してもらうと18万以上かかると思います。以前に別の場所で木くずを捨てた時の請求書がこちらです。この時は1リュウベイあたり9000円で20リュウベイ捨ててもらいました。今回も同じくらいの量だと思います。この土地は新潟県にありますが、私は石川県に住んでいます。毎回日帰りで作業をしています。日曜日しか休みがなく、朝1時に出発して夜23時に帰ることもあります。まさにブラック相続と言える状況です。実は相続するかどうか非常に迷っていました。相続放棄の方がいいと思っていたほどです。相続放棄はもう受理されていて、最終確認の通知書を返送すれば完了するところでした。相続放棄は最後の最後に本当にいいのかと確認されるんです。しかし最終確認の返事をポストに入れる前日の夜に親戚のおばさんから電話がかかってきました。話し合った結果、相続することになってしまったんです。異母兄弟との争いも関係していますが、これは面白い話ではありますが、他人の悪口ばかりになってしまうのでやめておきます。双方に言い分があると思います。丸太の積み込み4回目に入りました。作業は高速再生でお見せします。作業の様子に興味がある方はご覧ください。話を聞いてもいいという方は聞いてください。最後に面白い出来事が2つありますので、最後までぜひご覧ください。私はこの土地に住んでいないので、お金を払って土地の管理を依頼していますが、残地物があると草刈りができないと言われています。来年からは管理費が倍になると言われています。それでは困るので、急いでこの土地を片付けなければなりません。この土地に住んでいれば地域ごみで少しずつ出したり燃やしたりいろいろな方法がありそうですが、私にはそういう手段が使えません。短期間でこの場所のゴミをなくす方法は実家に移動することしかないと思っています。画面奥に見える建物は来年4月から稼働するゴミ焼却場です。完成したらそこに持っていく予定ですが、それまでは実家に一時保管することになります。労力が無駄だと感じることもありますが、仕方ないと思っています。丸太はもう残り少なくなりました。こちらは単管パイプです。出ました。またまたタイヤです。大量のタイヤを相続した動画もあります。またまたここにも単管パイプを発見。父の象徴と現地の人に言われています。父はこの単管パイプが大好きでした。現地の人は単管パイプを見ると個人のことを思い出すそうですが、早く撤去してほしいと言われています。父は現地の人に迷惑をかけたのでしょう。
ここで丸太を下ろせば作業終了です。そして秘密が明らかになります。高速再生では分かりませんが、私たち夫婦はかなりフラフラになっています。フラフラの様子を見てほしいので普通速度にします。さて、先ほどの話の続きです。単管パイプを見ると個人を連想して嫌な気分になるという話でしたが、父をよく思っていない人もいたようです。農業が盛んな地域に60歳で定年退職してやってきたよそ者が自分勝手に暮らして散らかして事故で亡くなったのですから、父は幸せだったのかもしれませんが、私は大変です。あと2分ぐらいで下ろし終わります。この丸太、数ヶ月か数年後かわからないですが、再度運ぶのも大変です。丸太が勝手に腐ってなくなってしまえばいいのに、誰か丸太をなくす裏技知りませんか？実家を壊すのはまだまだ数年先になると思われ、その時まで置いておいてもいいのかもしれません。最後の仕上げです。またまたタイヤです。ビニールのゴミです。私が手を広げて妻に説明していますが、発見してしまいました。ここはもともと低い土地だったんですが、父が盛り土をして土が流れないようにタイヤやビニールなどを置いていました。その証拠を見つけてしまったのがショックでした。元の土地に戻すには莫大なお金がかかります。土地を30センチ低くするだけでも莫大なお金がかかります。がっかりです。おまけの画像ですが、半袖で作業していたらアリみたいものに噛まれてしまって2日ほど回復するまで時間がかかりました。これらが面白い出来事2つです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価をしてくださると嬉しいです。収益は土地の回復に使います。